ん、こんにちは。時間になりましたので、第18回目になりました。高知承認養成塾、高知合宿を今から開催したいと思います。2日間ご一緒させていただきます。竹虎4代目です。よろしくお願いいたします。毎回同じこと言ってるんですが、去年の合宿の終わった時に私が言いました。この合宿で学んだこと、気づいたことを1年間頑張って次の合宿に持ってきて、その時にこんなことが良かったよ、あんなことが良かったというようなお話をしてくださいというようなことを言ったんですが、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、大きな節目に来てます。この商店街さんとの共催という形なんで、まず会長の方から参りました芦田と申します。一人ちょっと間違えて高松空港に飛んだ時がおりまして、いつも高知に来ますとこのエネルギー感じますので、先ほど会長の方からお話ありましたように、1名高知空港と高松空港と間違えてるんですよ。地方から情報を発信してる皆さんに言いたいんですけど、高知と高松確かに字が一緒ですよね。高と高がついてて、でけど普通間違わないやろと思うんですよ。普通間違えると思うよ。これ間違えたら2人目ですよ。昨日実は僕たまたまその高知空港へ人を迎えに行ってて、梅原誠って言ってですね、もう全国的に有名なデザイナーの方、その方たまたまおったんで、時間待ってる間話してたんですけど、その梅原先生のとこでさえ今まで間違って高知空港を来る予定が高松空港に着いた人が2人おったそうです。意外には知られてないってことなんですよ。でやっぱりその繰り返しなんか同じことまた同じこと言ってると思っても、同じことずっと言い続けることが大事だということです。僕で言うと歌はね、竹トラッカーって作ったじゃないですか。で竹トラッカーを作った2016年です。僕の周りの人はまた同じことをつぶやいてる、また同じフェイスブック開けてるって言うけど、実は竹トラッカーなんか誰も知られてないんですよ。この間大阪万博へ持って行ったのよ。だから知らん人ばっかりだから、自分たちのやってることなんか誰も知らないんですよ。でそれがやっぱりよく自覚して同じこと言い続けて全然問題ない。誰にも知られてないから、あなたのことなんか僕のことなんか誰も知らないんですよ。もう続けてずーっと言わないと。ということでね、皆さん激変する Google、AI 時代の e コマースということなんですけど、テーマはこんなんですけどね、こんなテーマにならないかもしれません。何でもいい経験したことあるでしょ。僕はね、ものすごく経験しました。これ竹の花ですよ。本当やったらその緑でね、顔わーっとして美しい竹林が今こんなに茶色になってるんですよ。すごい話が120年に一度なんですよ、花咲くの。で竹って地下茎で全部つながってて、本当この会場が全部竹としたら一つの数みたいなもんですよ。でここで一本花咲いたら全部咲いて全部枯れるんですよ。ちなみにその竹の花というところでね、稲科なんでこういったちょっと稲穂みたいな感じなんですよね。あんたの今年が関係ない話をなんでこんな話をするんやということなんですけど、でもね、皆さんは竹製品も竹細工使ったことないんですよ。若い皆さんはね、使ったことないですよ。けど皆さんのおばあさん、木場さんの時代は周り全部竹だったんですよ。リビングも今もキッチンとか全部竹ですよ。竹がないと暮らしができんかったんですよ。あれ知ってます？昔の人引っ越しするじゃないですか。引っ越しするでしょ。家財道具全部持ってくんやけど、家財道具と一緒に竹の根っこを掘って持ってくんですよ。新しい家行って植えるんやから。でそれで竹増やして、竹の道具使って暮らしをするんですよ。そういった時代だったんですよ。今何が言いたいかと言ったら、それだけ日本人と竹の密接な関係にある竹が120年に一度の大きな変革に今なってる。ビル・ゲイツさんですよ。長くこうやってインターネットの世界やってて驚いたことが2つだけある。1つがグラフィカルユーザーインターフェースでこうやって GUI のおかげで僕らインターネットやれてるんですよ。技術っていうのができて、僕らは簡単に誰でもホームページするようになってる。ほんで今があるで、ビル・ゲイツさんはそれに驚いた1つが。でもう1つ驚いたのが、皆さんご存知の AI です。でそれともう1つで、今日は、この母体がね、E 承認養成塾です。で E 承認養成塾っていうのは2000年の7月からずっと毎月ですよ、こういう風な感じで勉強会を行ってきて、でそれでずっとつながってるのね。高知県民というのはね、
大体これ座って勉強とかで一つの会が長く続くことってほとんどないんですよ。でそれがこの岸本英二塾長のおかげで、この方今日あんまり楽天の方出身の方はあんまり知られてないかもしれないですけど、1995年に京都で創業されて T シャツを月賞200万売ってたんですよ。すごい金額を売られた方で、黎明期の方はみんな知ってるから、この人で、みんなこんな風になりたい、岸本英二みたいになりたい、岸本英二の背中を追いかけてってずーっとやってきた。でその方が今年の6月、体調の理由でお仕事を辞められました。でイー商人も実はですね、18年間続けてきたんですけど、多分ですね、イー商人としての合宿、イー商人としての勉強会というのは今回がもう最後じゃないかなというふうに思ってるんですが、岸本塾長のおかげでこういった勉強会が長く続いて今までやってきた人に感謝でしかありません。でね、インターネットの中の世界がやっぱりいかに厳しいかというと、この岸本英二のようなこの日本一のインターネットの人が毎月来て教えてくれたりでもですよ、四半世紀経てばもう残ってるのは僕とゆきさん2社しかいないんですよ。その当時の人もみんな辞めていったり廃業したりいなくなりました。でやっぱりインターネットってそんなに甘くないですよね。でこういったのは今回の話のために昔の写真見てたら懐かしい方がたくさん出てこられます。今日もう一つだけお話をしたいのはね、僕がどうしてこの何年間合宿ってずっと言い続けてきたかということです。皆さんに張り切ってやってるかというと、これ実はね琵琶湖です。琵琶湖で、ここはね琵琶湖ラフォーレっていうところです。でここで2001年の10月27日28日、ちょうど今日みたいな土曜日日曜日です。2日間の合宿があったんですよ。でその合宿で僕は変わったんです。本当場違いな感じでね、県外まで行かないからし、お金もないし、そのなけなしのお金で鈍行の電車を乗り継いで行ったら、もう当時スーパースターみたいな人がガー並んでるわけですよ。もうあんなもん恐れ多いわと、見えんわ、もうこんな機会二度とないわと思って僕は写真撮ったんですよ。周りがすごい人ばっかりで自分が全然売ってないから、ね、どうしたら売れますか、もうこっちから全部聞いてるんですよ、ね、どうしたら売れますか、いやどうしたら売れます、どうしたら売れます、どうしたら売れます、みんなに聞いてるんですよ。みんなに聞いてるの。ほんならあんまりこんな格好した田舎者が座って聞いて回るから一晩中ですよ。そしたらね、それを見かねて思ったんですよね。この人はもうかわいそうだと、助けてあげようと思う人が一人出てきて、でその方がね、当時今日経 MJ 新聞って言うんですけど、日本経済流通新聞という新聞が昔ありました。でそこにコラムを書いてたんですよ。でそこにあなたもそんなに言うんやったら私がこのコラム持ってるから書いてあげるって聞いて、10月の27日に出会って、11月12月のその日経流通新聞に竹虎の商品を載せていただいて、12月初めて100万越して、月賞ですよ、少ない金額で申し訳ないですけど月賞100万をようやく越して今があるんですよ。だから合宿っていかに大事かよ、いかにどんな人の出会いがあるかで、その方が実は今日座ってる、ここに座ってるね、民子先生なんですけど、もう当時は女子大生のような感じで本当に初々しい方だったんですけど、当時から本当に大活躍されてて、この方に助けてもらいました。でどうです皆さん、これ僕のこのサムエ色濃いと思うんですけど、これ今日25年経ったサムエ、同じサムエを今日着てきました。こういうサムエがこれぐらいになるぐらいまでお付き合いできるような人に出会える場所ということですよ。すごくないですよ。18年間ずっと続けてきました。印象には4、8世紀ですね、続けてきて、やっぱりその横のつながり、人と人とのつながりっていうのはね、大事だと。それがやっぱ生涯につながっていくんじゃないかなというふうに思います。僕ね、実はね、本当に今緊張しててね、もう不安でしょうがないんですよ。なんでかって言ったらね、塾長いないでしょ。もう塾長がいなくてね、でこれここ缶置いてもこれなんか分かります？2001年の10月27日、28日の合宿が終わった後、岸本塾長がわざわざ高知から来て、でよう2日間やったら、さっきのラフォーレ琵琶湖からずっと曲がっていた時にローソンがあるんですよ。でそこのローソンで僕に買ってくれた缶コーヒーなんです。でそれをずっとね、皆さんも覚えがあると思いますけど、最初会社の中で誰にも認められずに一人ぼっちで真夜中パソコンに向かってなかったですよ。でその時にもうずっ
とこの缶コーヒーが慰めてくれたんですよ。で竹虎はね、それ以来おかげさまでいろんな賞とかいろんなトロフィーいただいたんですけど、これが一番最初のトロフィー。ほんでよく話すんやけど、でこれをね缶コーヒーを飲もうと思って、いつか1000万個したら飲もう、1000万個したら飲もうと思って、ほんならちょうど1000万個した時があって、職人さんとか今までお世話になった社員で分けて、こうやって開けてね、みんなで飲もうと思ったの。で飲もうと思ってパッと後ろ見たら2002年の9月に賞味期限切れないんですよ2001年にこうと思った缶コーヒーなんで、ほんで飲まずに今でもずっと持って置いてます。でですね、早速ではありますが、今日の第1セミナーの、山崎先生のお話に移りたいと思うんですが、なんかすごい合宿があるみたいな。ここに飛んで行きます。今からの商売情報交換もできたら嬉しかったです。で仲間と一緒にやっぱり勝ちに行きたいなっていう感動してもらいたいなと思って社員の参加意欲を高めていく。第18回当時優勝日本選手権いかがだったでしょうか。気合が入りました。貴重なお話ありがとうございました。大変素晴らしい、講演ありがとうございます。緑肥とかちょっと僕も気になったんですけど、本当だってくれたおかげやなと思っております。すごく良かったって思いました。いい会社にしていきたいなと思いました。また来年もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。誘っていただいてありがとうございました。はい、たくさんの方に、58次回を回を重ねてお集まりいただいて開催続けてこられた臨床養成塾、最後になるというお話をしたんですけれども、こう2日間ずっと考えていて、まだまだこの塾、この合宿、足りないこと、まだ存在意義というか、必要だったということだと思うんですね。臨床に養成塾としてはおそらく開催してないと思うんですが、先ほど岸本塾長から連絡が入って、来年はわしがやるという話になりました。ちゃんと岸本英二合宿2026、9月12日、13日、この同じ会場で開催決定しましたので、もしですね、ご都合の良い方は、今から Google マップに、Google カレンダーに記入してですね、お越しいただけたらなと思います。どんな形になるか全く分かりません。岸本英二塾長がやりますので、私がちょっとお手伝いしながらやる形になると思います。どんな形か分かりませんが、こんな形で、やりたいなと思っております。そしたらですね、以上で、18回高知以上に養成塾としてはですね、最後になりました、高知合宿を以上で終了したいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。